こんにちは、ゆうかです。今から名古屋に行きたいと思います。そう、今ここディズニーランドにいるんですよ。ちょっとあんまディズニー感がないんですけど、今の時間が22時4分なんですけど、22時20分にバスが出発するんですよ。あんま時間なくて、私1時間前にディズニー着いたんですけど、迷っちゃってここまで20分くらい歩いて、ちょっとめっちゃ焦ってます。今汗だくでやばい。もうとっくに閉園してて、あんま人いないかなと思ったんですけど、結構バス待ちの人が多くて、みんなディズニーのカチューシャとかつけてて羨ましい。行きたかった。私も。今日乗るバスはウィラーエクスプレスのドームっていうバスです。なんか最近できたバスらしくて、なんかね、噂によるとベビーカーみたいな座席みたいになってるそうです。アメニティでおしゃべりとかついてるのかな。これが予約画面なんですけど、値段が1万600円もしました。新幹線と同じくらい結構高いんですよ。なんか曜日によって結構値段が違うんですけど、今日が一番高い日で、今日金曜日なんですけど、火水とかは結構安くて、金土日高くて、まあでも今日ね乗んなきゃいけなかったから仕方ないんですけど、一番高い日に当たっちゃいました。あ、やばい、ウィラーエクスプレス来ちゃった。あれだ、ちょっと急がないと。やばい、お水がディズニー価格で200円もする。めっちゃ高い。ゲット。ちょっとあと10分でバスが出発しちゃうから、バスの近くにいようと思います。めっちゃ焦った。なんかディズニーにバスターミナルが2つあって、最初もう1個の方に行っちゃって間違えちゃったんだよね。危なかった。あれ、これってウィラーエクスプレスですか？名古屋行き？長野22時20分発のウィラーエクスプレスって。351ですか？はい、そうです。27。焦る。あった、27。これだ。よかった。あってよかった。死ぬかと思った。はい、お待たせいたしました。この席が2の C になります。はい、ありがとうございます。すごい。狭い狭い。このバスは3列シートになっていて、今回私は独立席の方を選んでみました。車内はかなり狭いので、荷物は最小限で行くのがおすすめです。出発時間になってバスが動き出しました。ついにディズニーランドを出発します。東京ディズニーランドからご乗車のお客様にご案内させていただきます。本日はウィラーエクスプレスご利用いただきまして誠にありがとうございます。この後池袋西口にてお客様乗車後、名古屋方面へと向かしていただきます。ディズニーから乗る人はほとんどいなくて、私入れて 2,3 人くらいでした。なので後ろはガラガラです。暑くて汗だくなんですけど、設備をいろいろ紹介していきます。まず足元はこんな感じ。バッグ1個置けるくらいのスペースで、163センチの私でも足を伸ばせないので、男性とかは結構窮屈そう。座った時の目線はこんな感じ。荷物がかけれるフックと手すりがあります。前のポケットには安全のしおりと座席の説明の紙がありました。車内が暑すぎるので一旦お水休憩を挟みます。さすがディズニー価格の水、200円の味がしてうまい。ドリンクホルダーもちゃんとありました。そろそろ高速に入りそうな空気です。舞浜入り口から乗るのかな。大型バスの高速代高そう。そしてこれがこのバスの目玉設備、カノピーです。見た目がベビーカーすぎておもろい。カノピーの中はこんな感じ。目の前にスマホホルダーがありました。こ
こに携帯をつけて YouTube とかネトフリ見たりできるのでめっちゃ便利だと思いました。左の肘掛けの下にリクライニングボタンがあって、ここで座席の角度が調整できます。押し倒せました。このシートはシェル型なので後ろの人を気にせずにリクライニングできます。私倒してもいいですかのくだりが人生で2番目に苦手なのでとっても助かりました。シートを130度倒せて後ろの枕も動かして快適。全部倒すとこんな感じって伝えたくて上から撮ってみたんだけど全然伝わらないよね。ただ成人の女がベビーカーに乗ってるみたいなシュールな絵になってしまいました。走行中の揺れはバスなので覚悟してたんですが、それよりも私は音が気になりました。周りの人のカノピーの音とか、なんていうのかな、バス特有の走ってて揺れた時の音、それが結構気になりました。1時間くらい走って池袋西口に到着しました。私の顔を見てわかる通り、めっちゃ人が乗ってきました。もう 2,3 人とかじゃなくて10人くらい続々と乗ってきたのでびっくりしてキョロちゃん発動してしまいました。恥ずかしいのでカノピーの中に避難します。車内就寝用照明に切り替えさせていただきますので大変恐れ入りますが、それまでにお休みのご準備お願いをいたします。なおこちらの車両、就寝用照明切り替え後もスマートフォン等の操作を行っていただいて構いませんが、カノピー内での操作でお願いをいたします。音漏れ、光漏れにはご配慮のほどお願いをいたします。名古屋南片島ライフ明朝5時45分到着予定となっております。途中休憩は3回予定しておりまして、1回目の休憩地東名高速道路海老名サービスエリア0時20分前後、2回目の休憩地新東名高速道路藤枝パーキングエリア午前2時40分前後、3回目の休憩地同じく新東名高速道路岡崎サービスエリア午前4時20分前後到着を予定しております。アナウンスで教えてもらったんだけど、右の肘置きのところにコンセントが1個ありました。座席の下とかじゃなくて近くにあるのめっちゃ助かる。それでは狭い車内ではございますが、ごゆっくりお座りください。夜間照明に切り替えさせていただきます。池袋を出発して10分くらいでバスの車内が暗くなりました。カノピーのスマホスタンドを使ってみました。これ縦横どっちの向きでも使えるのめっちゃいいね。暗くなっても周りを気にせず過ごせて半個室みたいな感覚でとっても快適です。それじゃあ休憩のサービスエリアまで一旦おやすみなさい。海老名サービスエリアに到着しました。今の時間が12時10分なんですけど、バスが12時40分発で30分あるからちょっとご飯を食べたいと思います。急げ。なんかディズニーでちょっとお菓子とか買っていこうかなと思ったんだけどコンビニがなくて、でしかもバスの中で今回個室じゃないからさ、待って寒い。今回バスの中で個室じゃないからさ食べれないかなと思って買えなかったんだよね。よかった、結構やってそう。海老名メンズロード。じゃーん、豚骨ラーメンめっちゃ美味しそう。もうお腹空きすぎてたからありがたい。時間大丈夫かな。なんかバスってめっちゃ時間に追われちゃう。15分大丈夫だね。まだ
ただきます。うまそう。なんか前回ドリームスリーパー乗ったんですよ。それは個室だったからお菓子とかも食べれたし、割と自由に小声で話したら聞こえないくらいだったんですけど、今日はねやっぱ個室じゃないから自由がないね。美味しい。めっちゃうまい。私細麺大好きなんですよ。麺が細くて博多ラーメンみたいな感じで美味しい。ディズニーから乗ったんですけど、ディズニーから乗った人は 2,3 人ぐらいしかいなくて、池袋から乗った人が10人くらいかな。結構今日は満席だったから、ディズニーから乗った人以外はみんな池袋から乗ったんですけど、もうね、そう満席だったんですよ。休憩が3回あるみたいで、海老名サービスエリアが1回目、2回目が藤枝サービスエリアで、3回目が岡崎サービスエリアって言ってたかな。だからこれが1回目なんですけど、2時間おきに休憩があります。バスの中にトイレがついてないから、多分そのせいなのか休憩めっちゃ多いです。でも大阪までこの間8時間ぐらいかかったんですよ。今回名古屋までが7時間ぐらい、6時間7時間、なんかあんま変わんないんだねなんでなんだろう。あ、休憩が多いからか。うまラスト。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったからバスに戻ろうかな。てか海老名サービスエリア懐かしいな。前あの辺で車中泊したことあるから、すごいなんかエモい気持ちになる。なんかバスがめっちゃ止まってて、これパッと見どれか分かんなくない？ちょっと間違えないように気をつけないと。なんか同じヴィラーでも他の行き先だったりするから、ちゃんと名古屋って書いてあるやつに乗んないと大変なことになるんですよ。さっきも大変なことになりそうでした。長野に連れてかれそうになった。やばい、今になってトイレ行きたくなった。間に合うかな。あと5分間に合うと思う？これって置いてかれるのかな。でも次休憩まで2時間だし、ちょっと待って、行く。私トイレ行かないんだけどね。トイレよし、バスに戻ろう。なんとか間に合った。よかった。あれ、これって名古屋行きですか？あ、違いますか？あれ、間違えた。やばい、なんかヴィラいっぱいあってどれが本物か分かんない。これじゃなくない？待って、ヴィラないんだけど。やばい。どれだっけ？やばい、迷子。これだ、名古屋行き。ヴィラーがねいっぱいあるの。これもヴィラーだし、あれもヴィラーだし。駐車場にヴィラーが合いすぎてウィーラーを探せ状態でした。無事に戻ってこれてよかった。いい感じに眠くなってきたので、カノピーの中でユカピーも寝たいと思います。おはようございます。4時間くらい寝れたんですけど、サービスエリアでバスに置いてかれる夢を見ました。今の時間は5時31分です。あとちょっとで名古屋に到着。皆様おはようございます。ごゆっくりお休みいただけましたでしょうか。大変長らくのご乗車お疲れ様でした。
あと10分ほどで名古屋南朝島ライブ到着となります。お忘れ物のないようにおしてください。本日はウィーラーエクスプレスご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。名古屋駅ご利用のお客様、降りられまして進行方向10分ほど歩かれまして左手名古屋駅になります。はい、どうもありがとうございました。無事に名古屋駅に着きました。眠すぎる。ちょっとさっきまでめっちゃ爆睡しちゃってました時間が今5時46分で予定通りぴったりに到着しました。私勘違いしていて7時半に着くかと思ってたら5時45分で行きたいお店があるんですよ。でも8時からオープンだからちょっと朝の散歩でもしようと思います。そう今日名古屋に来たのはめっちゃ行きたいお店があって、私お茶漬けがめっちゃ好きなんだよね。昔からお茶漬けがすごい人気なタイ茶福野っていうお店が名古屋にあるんですけど、そこにねめっちゃ行きたくて、なんかねタイのお茶漬けなんだけど超食べたくて、今から朝ごはんを食べに行ってきたいと思います。大名古屋ビルジングの地下1階にあるここですね。このタイ茶福野、ここに行きます。うまそう。てかめっちゃ多いな、種類が。私名古屋に来たのは人生で何回目かな。でも割とちょくちょく来てるかも。初めて来たのが高校生の時に、あれ違ったかななんかね専門学校の学校見学に来ましたあった、これだ。タイ茶福の入り口から可愛い。私は朝限定メニューの朝タイ茶を注文しました。じゃーん。ということで大好きなお茶漬けいただきます。注文してから30秒くらいで出てきてびっくりした。多分店員さんの超能力で頼むやつ見透かされてました。こんな感じで美味しい食べ方が紹介されてたのでその通りに食べてみます。美味しい。タイと薬味をごまだれであえてご飯と食べたんだけど、美味しすぎて編集中に思い出してセルフメステルを食らいました。この今手に持ってるのがね自家製タイそぼろらしくて、これがまたやばくて、私食レポ下手だからみんな名古屋に行く時あったらぜひ食べてみてください。飛びます。お味噌汁は名古屋ということもあって赤だしのお味噌汁だそうです。うまい。そして最後はお待ちかねのお茶漬けで締めていきます。いやー、画面越しでも美味しそう。お茶漬け大好きお茶ラーの私から見てもこれはどう見てもお茶漬けです。いただきます。長時間移動で疲れた体にほわほわで優しいお茶漬けが染みます。これを食べるために名古屋に来たと言っても過言じゃないくらいなので、本当に大満足な朝ごはんでした。ごちそうさまでした。は
はい、ということで今日はヴィラエクスプレスのドームに乗ってみました。夜行バスの旅2回目、楽しかったです。やっぱ前回のドリームスリーパーと比べると今回個室じゃないから、そこがねなんか結構気疲れしちゃってちゃんと寝れないかなと思ったんですけど、なんか、寝れたは寝れたんですけど、自分のいびきとか大丈夫かなとかめっちゃ不安になっちゃいました。でもリクライニングは前のドリームスリーパーよりも倒れてすごい寝やすかったです。足の置き場とか前との距離が近くて狭かったのはあるんですけど、でもリクライニングはすごく好きでした。分かってはいたけど、やっぱりバスだと移動時間が長すぎるけど、朝の5時45分に名古屋に到着したので、朝一から予定がある人は新幹線じゃ間に合わないから、そういう時はヴィラエクスプレスがめっちゃ普通の夜行バスよりも快適だし、めっちゃいいなって思いました。カノピーっていうんだっけ、カノピーがあったおかげでその寝顔とか見られずに済むから、なんかそれはすごいいいなって思いました。私も誰とも目が合ってないし、なんかそれはめっちゃ良かったです。でもすごい今回も楽しい旅になりました。感想うまく言えたかな、伝えられたかなこれからも乗ったことない乗り物とか乗ってみたいなって思うので、この動画が好評だったらまたいろんな乗り物に乗ってみたいと思います。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録とコメントと高評価待ってます。じゃあバイバーイ。